木魚だるまは、戦闘札をちょん切ってくるので、もう確実に仕留めれる攻撃力がないと難しいんだけど、木魚だるまを潰す術がかまいたちにないな。武器札使えない素のステータスで木魚だるまは厳しい。俺はその朝と夜の発言で違う女性が鮮明に思い出されるんだよな。え、あれかな、その怪奇村の女性ですよね。男の子と女の子が幸せになりますようにって祈っていたのに、夜になるとあいつらが地獄に落ちますように、別れますように、もうとっとと別れて地獄に落ちろ、あのアバズレがみたいなことを言うてる女の子。怪奇村で人間の恐ろしさ出すのやめてもろて。俺を怪奇という名前の村で目撃するんよ。そう、怖いものを怪奇村で見るんだよ。戦闘札を、そうなんだよな。それでもありがてえ。あ、倒したんじゃない？兄じゃすげえ。兄じゃすげえ。さすが兄じゃ。さすが兄じゃ。かっこいい。エビスマルが本気出した時、ふざけてない時のまとめとか見せるの絶対難しそう。エビちゃんふざけてない時ほとんどないんじゃないかな。ないよな。世のため人のためわてのためもなんだかんだでわてのためでふざけてるしな。そうなんだよな。冒険時代でもなんか本気出してる時ありそうな感じもしたけど、あ、これがエビスマルの本気かと思ったら、去り際に渋いっすとか言って、なんか自画自賛しながらどっか行ったから、ふざけてるんだろうな。天狗党の主人公を五右衛門に合わせる時も優しかったな。ね、ああ、そうか、そういえばその時もボケを、いや、ボケを挟んでいい相手がどうかをちゃんと見極めているよね、彼。サスケとヤエレがいる前だったら、多少ふざけてもっていう思いがちゃんとツッコミ入れてくれる人がいるからで、やっぱはじめくん相手だと初対面だし、子供だしで、ボケてもそれを真に受けられてしまうかもっていう配慮等もあったのかもしれないな。アコリングの時、最初は本気っぽい気もする。それくらいかな。最初に連絡しに来た時なんかもコミカルに描かれてはいるけど、ちゃんと本当に緊急事態だからっていうのもあって、真面目な顔してたもんね、エビスマル。しっかり眉をさ、釣り眉だったよね、あの時だけ。五右衛門に説明する時。目は点だったような気がするけど、目はそんなにしっかり描かれてたような感じじゃなかった気もするけど、釣り眉でさ、なんかあれがこうでこうでっていうように真剣に伝えてたところ、五右衛門さんの五右衛門インパクトを見て、地蔵になっちゃったけど、あそこの真剣な顔もいいよね。確かに人間の指示が第一位で修行は出さない感じかな。どうなんでしょうね、彼。優先順位っていうのは彼の中で明確にあるとは思うんですよね。物知りじいさんの命令であったり、五右衛門の命令であったりとか、でもどうだろう、じいさんと五右衛門以外の言うこと、彼聞く気があるのかっていうのも謎だしな。サスケが反対してる場面あったかな。反対意見を言うっていうことは、基本的にはないかな。五右衛門たちと一緒にいるから、五右衛門が決定したことに対して反対することはないよねというふうにも考えられるけど、やっと口出しをしてきたっていうところで考えると、天狗党の逆襲とかかな。はじめが同行することに対して彼は何にも文句は言わなかったけど、五右衛門がいなくなった時に、はじめが勝手な行動をすることを、これ以上はダメだという風に、強めに言ったりもしているので、そうなるとやっぱり五右衛門なのか、五右衛門がいなければ、五右衛門の決定がなければ、反対等はするのか、彼は。そう、トラウマカブとかに。一応ね、あのバグはね、再現性はあるっちゃあるので、今やろうと思えば多分全然できるんですよね。そうなんだよ。あの
カブトガニバグってね、めちゃくちゃ焦ってたようにも見えるけど、配信でね、見ると私すっげえ焦ってたように見えるけど、あれね、実は想定内の出来事だったりするんですよね。ワンチャンハマんねえかなと思ってね、ハマりそうなタイミングで、あれやったんだけど、綺麗にハマったんだよね、という裏事情をばらしていく。多分大丈夫と思うんだけど、ね、このゲームね、スタートボタンを押すことで、カブトガニの、浮き沈みする位置を変えることができるんですよ。わかる？どんどんカブトガニ上の方に来てるの分かります？わかる？もう水から浮いてるんだけど、それくらいならもう大丈夫かな。よいしょ。といったように、カブトガニもう完全に浮いてますでしょ？というバグを意図的に発生させることが可能となっています。下はね、なんか真っ平らになってるんだよね、これ。この人やっぱり忍者としての実力がすごい高いんだと思う。もうしれっとちょっとズルしましたがズルすることもできます。時々しれっと悪いことをする。それが閉じにございます。よいしょ。本来は道なりに行くとはしごがあって上の段に移動することが可能となっています。はい、旅日記もつけまして。ちょっとね、15時ぐらいにさせて起こしたいとか言ってたのに、もう15時過ぎちゃったので、ちょっと急ぎで行きましょう。コンピュラ城だったかな、あそこは小江蔵くんないと死んでたな。テンプル城かな多分テンプル、しまった、あと2つであれ私1個どこでしれっと取ったのねえ、私最初の1個どこでしれっと取ったのねえ、どこで取った私私覚えてない。どこで私マネキンの子取った？大江戸城とか大江戸城で取った？私どこで取ったあれしまったポチったスイッチ押してねえよ。数分前の当時さん、急ぎます。フラグじゃねえかただのフラグだったじゃないか。そうだよ、電源入れてからこう行くんだよ。お主のその目は拙者と勝負する気だな。よかろう。ただしお主が負ければブッドバースということで、弁慶との戦闘になるんですが、ちなみに弁慶というのは五右衛門シリーズ同名のキャラクターが複数人いらっしゃるんですけど、いずれも関係性というのは全くない別人となっております。元ネタも多分、武蔵坊弁慶その人であろう感じではあるんですけれども、歴代弁慶の中でこいつが最弱です。ミニゲームでの戦闘となるので、良いわけがないっていう感じではあるんですが、制限時間内に泣きどころ、先ほど、小次郎じゃなくて誰だっけ弁慶様に対して小次郎さんしか出てこなくなってる。誰だっけあいつ。あれ牛若からもらったコロですね。これを3回当てれば勝ちとなっております。よし。こんな感じにね、ぶん投げて、はい、OK です。これは基本的に五右衛門一筋なんで、サスケの飛行の実はキュウリを買うとき以外使わなかったよ。っていうか、しまった飛行術を使うアイデアがなかった。それが一番いいと思うよ。時間ないからちょっとズルしたけど、あれまずい助けて危ねえ危なかったよ、おみっちゃん。これもさ、おみっちゃん死にかけたよで今回はハート5縛りしてるのでめちゃくちゃ脅威に感じましたが、この時点でハートは18か19ぐらい揃ってるので、総合的な体力を考えるとそこまでバラの脅威というのは感じることはないとは思います。多分
でもせっかくだからバラ見てみる？バラの怖いのは、この倒れた時にバラがでかくなるんですよ。いや、もう生気を吸い取ってるっていうような感じなのかな。で、一応、五右衛門2、3、キラド桃山すごろく、東海道中がこの文章だったんだけど、傑作という言葉すら書かれてなかったんですよ。とりあえず、ナンバリングの方は。フィーバーだと、そう、フィーバーなら最高傑作ってあると思ったんだけどな、そう、コミカライズ版は私ちょっとね、今回時間がなくて全部読み返せなかったから調べてないんですけど、あるんだったらフィーバーか、五右衛門3、3巻のハイサスが登場した回、ハイサス、ハイパーサスケ、あいつが登場した回で言うてるかなと思ったんだけど、マジで傑作という単語がね、公式で使われてないんですよ。うん。攻略本も言うてもね、どこまで公式のものなのかっていうのが結構謎だったりもするところはあるので、攻略本によって記載の仕方等が違ったりとかもしますし、最高の頭脳ってのはアコリングで言ってましたな。そう、最高の頭脳というのはアコリングで言ってるんですよ。この後ね、一つ思い当たるのがあって調べてみたんですけれども、コミックボンボンで連載していた山藤ひろみ先生という方が書かれた「頑張れ五右衛門危機一髪ハラハラてんこ盛り道中記」、この作品の中のサスケの説明に最高傑作という文字がありました。コミックボンボン系で、五右衛門2マッキネスですね、その頃の記事等にももしかしたら書かれてた可能性というのはあるのかもしれませんが、私はちょっとその辺の資料というのは持っていないので、ちょっと詳細は分かりません。ただ、とりあえず最高傑作の文字というのはあるにはありました。ただコミカライズ版なので公式とはまたちょっと違うかなというところがあるので何とも言えませんが、公式での文字はちょっと未だ見つからずないのかもしれないけど。それにしてもすき焼きなのに卵買ってきちゃダメなんだよな。家にまだあるのかね。そう、なんかね、コミカライズ版ではコミカライズ版では何になってたんだっけ？なんかね、食材が違って、牛肉、豆腐、ネギ、卵でしたっけ？コミカライズ版って。コミカライズ版はね、卵が必須のアイテムとなっていて、でその通りにゲームでも食材を買っていくと、確かにね、10万両か20万両ぐらいお釣りが出るんですよ。うん。漫画通りちゃんとお釣りをボーンと出すことができるようになっているんですが、コミカライズ版でなぜその買う食材が変更されたのかは謎です。帯先生がすき焼きに卵ないなんて信じられないっていう卵強火派の方だったのかもしれませんし、コミカライズ版と違うんだよね。これのどこがすき焼きですか？私が買ってきた牛肉とかは一体どこに行ったんですか？ひょっとしたらビスマル家に伝わる日記にいつ来るのか書いてあったのかもしれない。なぜそんな日記が？それは真央ちゃんの血族だから。ビスマル様のそのエビスマルとウリ二つで血縁関係なんですが、一応ね、公式的にはデロデロ道中で、後にね、ナンバリングの6に該当するデルデル道中という作品にビスマルって再登場しているんですが、その時もね、キャラクター紹介に、エビスマルの子孫かどうかは定かではないがとか、そんな感じに紹介されてるんだったかな。確かそんな感じに、そこにちょうど説明書がありましたわ。デンレン道中版のシスタービスマルの紹介文としては、エビスマルの子孫かどうかは定かではないが、未来からやってきてそのまま江戸に取り残されてしまった変なやつ、自分を美人だと思っているらしく、色男には目がないというのがデンレン道中での説明となっておりまして、といったようにね、公式では子孫かどうかってずっとね、わからない状態で終わらせている感じなんですよね。クリ卒なので血縁者じゃないかと思いたくもなるんですが、
恵比寿丸そっくりのね、オビス丸なんてキャラクターもいたりするので、恵比寿丸顔は結構謎ですね。変身からくりの術等のね、あれやこれやの設定も過去にはあったりするので、やっぱ紫装束いいな。そうだよ。八重ちゃんはね、脱りゃいいってもんじゃねえのよ。うん。何度だって言うてくわ。脱りゃいいってもんじゃねえんだよ。脱がないエロスというのもあるのだよ、八重ちゃん。君は脱がずに、脱がないで三角木馬がある部屋とかに行こうよ。うん。これから行くんだけど、三角木馬ある部屋に。なんか文字だけ聞いたら、なんかとんでもねえこと言ってる気がするけど、事実だしな。すき焼きイベントそのものはいいけどさ、そのただのお使いだから。でもさ、あれ背景とかさ、あれ木馬置く必要あったかね。別に三角ではなかったっけ。ただの木馬でしたっけ、置いてあるのって。あ、三角だな。しっかり大間さんのお顔と尻尾があるから、まだ、セーフセーフかセーフかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また遊びに来てくださいね。では失礼いたします。